こんにちは、ジーリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダー、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコイポスターの提供でお送りしております。コイポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので Web3 ブロックチェーン興味ある方は間違いなく楽しめると思います。なんとなく雰囲気知りたいという方は去年の WebX 動画も期間限定で開放してますのでそちらもぜひ見てみてください。でまたこの WebX のチケットに関してはこのチャンネルからの購入で 20% オフというキャンペーンを行っております。概要欄のリンクから飛んでいただきますと通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで少しでも興味持った方いらっしゃいましたらぜひリンクから飛んでみてください。あとここからいつも通り海外の状況を見ていきますと、昨日の米国のビットコイン現物 ETF のフローは結果としては全体でプラス 8.86 億ドルの純流入を記録しています。内訳としては、フィデリティの FBTC がプラス 3.78 億ドル、ブラックロックの IBIT がプラス 2.74 億ドル、アークの ARKB がプラス 1.38 億ドル、ビットワイズの BITB がプラス 0.61 億ドル、グレースケルの GPTC がプラス 0.28 億ドルとなっています。全体での最高純流入額は3月12日の10.4 億ドルですが、それに次ぐ2番目の記録となっています。久しぶりの特大流入となりましたね。一方、香港の ETF はビットコインがマイナス 27.1BTC、内訳としてはボセラがプラス5枚、ハーベストがマイナス 32.1 枚となっています。ドル建てではマイナス191万ドルと、イーサーゼロとなっています。昨日は大きな流入を見せましたが、今回また通常通りに戻ってますね。ビットコインの価格は現在7万1000ドルあたりを推移しております。まず昨日発表された注目指標の方では、米ジョルツ求人件数が予想の 831.5 万人に対して結果が 805.9 万人と、前回からも下回る結果となりまして、米ドル安、金利下落要因となっています。また他ではインドの総選挙で、与党の人民党 BJP が下院での議席獲得ができず過半数割れとなってまして、予想外の結果からインドの各指数が暴落しています。また日銀の買いオペ減額報道などもありまして、インドの件と日銀の件が重なったことから、リスクオフで日本円が買われているといった見解が多いです。なので米ジョルツの影響でドル安、金利下落となってるんですが、そこにさらに円高が重なってるんで、ドル円が急落しているといった展開になっています。米国債金利が 4.33 とさらに下がってまして、ナスダックが 18,650、S&P500 が 5,305、ダウ平均が 38,710、金ゴールドが 2,328 ドル、日経平均が 38,400 円、ドル円が 155.3 円となっております。個別株の方ではマイニング企業のコアサイエンティフィックがコアウェーブとの提携を発表しています。3億ドルの融資を受けて、12年間の累計収益が35億ドルを超えると予想されてまして、コアサイエンティフィックの株価も1日でプラス 40% と急騰しています。あとはこちらのマイニング企業のテラウルフが5月のマイニング量 186BTC で報告してまして、反撃後の業績では最近話題になっているビットファームズと比較してもですね、マイニング量が多かったことから株価が反応しています。こちらも1日でプラス 22% と上昇しています。ビットコインの先物の方では大井が全体でプラス 5.9%、額としては366億ドル相当、一気に AT 値更新となっております。比率としては全体ではロングが 51.5%、バイナス面はショートが 51.0% と、全体では上売りになっています。今後の指標としては本日6月5日に米 ADP 雇用者数、ISM 非製造業景気指数、6月6日にユーロ ECB 政策金利、6月7日に米雇用統計などが控えております。市場全体で見ると先日からの流れ同様ですね、米国債金利が下落傾向となりながらも、各指数はそれほど上がらず、さらに重要指標が控えていることから警戒が走っている状態なのかなと思います。ただ仮想通貨市場の方では、米現物 ETF の流入とビットコイン続伸の影響からか各ファンドに関連株がそれぞれ反応してまして、まだ楽観的な状態が続いているといった展開です。ビットコインのチャートだけ見たら7万ドルを抜けてまして、一気に AT 値コースが見えてきた展開となっています。OI も AT 値更新してますし、上の材料が揃ってきてますね。上は7万2000ドルあたりに抵抗があるように見えますが、時間足でも非常に強い形に見えますんで、AT 値コースを見せる見解が多くなるのかなと思います。よほどのサプライズがない限りはですね、ETF の流入がさらに続くのか、今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサはですね、K33 のアナリストが、スポットイーサ ETF が取引開始された場合、5ヶ月で31億ドルから48億ドルの純流入が見込めるという見解を出したのが話題になっています。これは米国のスポットビットコイン ETF の全体の純流入額が現在150億ドルに達してるんで、
それをイーサの現在の市場規模に置き換えて計算すると、ビットコインの時価総額に対してイーサの時価総額はそれの3分の1から4分の1くらいの規模なんで、純流入額も3分の1から4分の1くらいになるだろうという、単純な計算なんですけど、単純な計算というか、そういう話ですね。ただビットコインとイーサリアムは中身が全然違うんで、それにね、各ファンドや証券市場の顧客が、ビットコインと同じように食いついてくるのかと考えると、個人的にはね、ちょっと厳しい気がします。香港のイーサ ETF もね、ずっと厳しいですから、ただ米国はですね、他の国とは盛り上がり方が違いますんで、この通りの結果になる可能性もありますね。予想以上の展開に期待したいですね。イーサの価格は現在3810ドル、BTC 建ては0.0537と、昨日からさらに下がっております。デリバティブ市場の方では、イーサオプションのインプライドボラティリティが高まっていることが話題になってまして、ここから大きな価格変動があるのではないかという予測が出されています。ただこれもスポット SITF の承認時期がピークとなってまして、今では少し収まってるんで、個人的にはこれを過信するのは少し危険なのかなと思いますね。先物の方でアワヤ全体でマイナス 1.1%、額としては162億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.1%、バイナス目はロングが 70.0% と、昨日から上寄りになっています。ビットコインが爆心する中、イーサー BTC 建てで連日下がっているといった展開になっています。ドル建てでは3800の攻防となってまして、ここを抜けたら4000が見えてくるんですけども、単独での強さが見られないんで、他と比べると現時点では厳しい展開なのかなと思いますね。これも ETF 取引開始日のファンド待ちになるんですかね。下は先日から変わらず3600あたりで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。6月30日から欧州の MICA によるステーブル規制が施行されることから各所が声明を出しています。この欧州の MICA のステーブル規制は、ステーブルコインを発行する事業者に電子マネー機関 EMI のライセンス取得を義務付けるものになってまして、これを取得していない事業者に関しては今後は EU での提供ができないとされています。で、この EMI のライセンスに関してはほとんどの事業者が取得してないんで、現在海外がバタついているといった状況ですね。バイナンスはこの MICA 規制に対応して許可されていないステーブルに関しては段階的に対処すると声明を出してますし、OKEX やクラーケンも欧州での USDT 取引提供を停止すると声明を出しています。で、また USDT を発行しているテザーはですね、この規制は事業者の仕事を極めて複雑にするだけでなく、EU 認可のステーブルコインを極めて脆弱にし、運用リスクを高める可能性があると、反対の声明を出してまして、ユーロステーブルを発行している事業者は発行停止を発表しているところもありますね。毎回欧州側の規制に踊らされている界隈ですが、これも今後どのように折り合いがつくのか注目ですね。あとは SEC がソルトレイクシティの事務所を閉鎖したのも話題になっています。以前 SEC vs デビットボックス裁判で、SEC 側が十分な証拠を掲示できずですね、結果的に SEC 側の敗訴、虚偽告発という判決が下りまして、SEC が大恥かいた裁判ありましたけど、この事務所はですね、そのデビットボックス裁判を担当していた事務所とされてまして、弁護士含め関係者のほとんどが解雇されたことから、人がいなくなって今回閉鎖となったようですね。怖い話ですけど、SEC の顔を潰すとこういうことになるということですね。皆さん無事なんでしょうかね。SEC の今後の動向にも注目です。あとはエポックタイムズの CFO が6700万ドル相当のマネロン容疑で起訴されたのも話題になっています。グアン容疑者はですね、メイクマネーオンラインというチームを運営して、犯罪収益を70から 80% の割引価格で購入していたとされています。犯罪集団とつながって汚い金を買い取る代わりに割安の綺麗な金を渡していたということですかね。グアン氏はですね、正当な寄付金だと主張しているみたいですけども、マネロン共謀罪と銀行詐欺罪などで最高30年の懲役が課せられると見られています。直接詐欺を働いた人が懲役食らうっていうのはね、よく見ますけども、メディア側がマネロンに加担して起訴されるって珍しいケースだなと思いましたね。マネロン系は関与するだけで懲役数十年コースになるんで、気をつけないといけないですね。あとは連日ミームの高騰が話題になってますが、最近話題になってる著名人のミームコイン発行に関わっていたミームコイン詐欺師と言われているサヒル・アローラの X アカウントがバンされたのも話題になっています。最近冒頭して話題になったケイトリン・ジェイナーのジェンナーとかもこのアローラが関与してたと。で、他の著名人も同じ手口で利用されて、パンプ&ダンプで資金抜かれて信用を失ったと主張しています。アローラはまたサブアカで反論してるみたいですけど、著名人ミームブームが最終どのような結末を迎えるのかも注目となっています。あとその他アルト関連では、モジューラ系のアベールが新たに4300万ドルの資金調達を報告しています。これで計7500万ドル、ピーター・ティールのファンダーズファンドと
ドラゴンフライの出資で注目されています。またイーサの L2、フェニックスも1500万ドルの調達、テストネットローンチなどを報告しています。数百万ドルという資金調達報告が多い中ですね、どちらも一桁違う報告となっています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日このところですかね、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。